最も愚かなし、ダーウィン賞の結果と学んだ教訓。探検家チャールズ・ダーウィンが自然選択の法則と呼んだことにちなんで名付けられたダーウィン賞は、愚かな行為によって遺伝子プールから自らを排除することで人類の進化に貢献した人々を称える賞です。2022年、124匹の蛇は迷惑がかからない同居人を求める。自宅の囲いの中で、コブラ、ガラガラヘビ、ブラックマンバ、巨大なニシキヘビなど124匹の毒ヘビを飼育していた男性。不満を抱いたセルペンテさんは監禁に抗議し、自宅で死亡した49歳の男性の命を絶たせた。2021年、ロックハウンド。男性が芝刈り機に乗って自宅の石切り場内の崖に急降下し、死亡した。2020年、愚かさの頂点。富士山でライブビデオを撮影していた日本人ハイカーが山を滑り降り始めた。ビデオの中で彼は、待って、滑りそうと叫んでいるが、このスノーポールを使って自己逮捕できるチャンスが一度だけある中で滑り続けるのを止める代わりに、彼はそうせず、死ぬまでライブストリーミングを続けます。楽しい。日本。2019、2人のテキサス人が試みて死亡。ブラックバイユーの跳ね橋は、ルイジアナ州の2人のドライバーが候補に上がっていました。金曜日の夜のドライブに挑戦することを選択し、2人とも車で水中に突っ込んで死亡しました。2018年、デッド・オン・バレンタインデー。12月19日、ハーベル川沿いでもうすぐ元恋人になる19歳の男性が口論をしていたところ、女性たちを氷の川に突き落とし、追いかけて飛び込み、何度も水中に押し込んだ。水泳が得意だった彼女は、彼が気温2度の海中で意識を失った間、低体温症から回復するために泳いで安全な場所まで戻った。この男性の殺人未遂事件は昏睡状態から生還できず、皮肉にも2月14日に死亡したという結末に終わった。自分の考えを氷の上に置くことができない者は、激しい論争に参加すべきではない。フリードリヒ・ニーチェ、ダーウィンアワード .com 経由。2017年、バックシートドライバー。ロシアのカップルは SUV の後部座席で小作りをしていた。車を駐車場に置く代わりにニュートラルのままにしておきました。揺れた車は湖に転がり込み、22歳の男女カップルは溺死した。2016、彼女の睡眠数は増加した。20歳の少年はバンの上にマットレスを乗せて乗った。物理法則をテストするために、すべてが彼女の体重で押さえつけられました。法律が彼女を拘束できないことが判明したとき、彼女は投げ捨てられて死にました。さらに悪いことに、運転手は無免許だった。2015、投票にあえぐ。カナダでは、メディアの注目を集めるために、顔を隠して極地に向かう抗議活動が行われ、選挙が危ぶまれていた。連邦選挙当日、24歳の有権者はビニール袋を頭からかぶり、青いリボンを巻いて座っていた。45分間の長い待機の後、デモ参加者は気を失ったが、呼吸器合併症のため、票を獲得することなくすぐに死亡した。学んだ教訓。この章はユーモアを目的としていますが、歴史上の瞬間を繰り返さないという教訓を思い出させるために文書化されています。私たちはみんな他人の間違いから学ぶだけでなく、自分の間違いからも学ぶべきです。このような瞬間から立ち去るのに役立つ、上記のダーウィン賞から学んだ教訓をいくつか紹介します。家の中に毒蛇を飼わないように注意しましょう。人生は檻に入れられるものではありません。そうすることでトラブルを招くことになります。すべての崖には子供、大人、または芝刈り機の運転による大人の乗り降りを軽減するために、崖を囲むフェンスまたは障壁を設置する必要があります。階段、危険な歩道、山を登るとき、常にリスクに注意を払い、転倒を防ぐために3つの接触点を維持してください。山に登るとき、海で泳ぐとき、自然の力を思い出してください。転倒を防止し、
転倒に対処するために迅速な措置を講じてください。ライブストリーミングまたはビデオを録画しているとき、必ず安全な環境及び状況でのみ行ってください。行為を禁止する標識や安全構造のアドバイスに従ってください。標識に進まないでください、進入を中止してください、進入しないでくださいと書かれている場合は、聞く。危険を冒してまで跳ね橋を飛び越えようとしないでください。凍った水域に飛び込まないでください。寒さによる衝撃により、どんなに上手に泳ぐ人でも安全な場所に戻るのが難しくなる可能性があります。氷点下では高熱症が15分以内に発症し、1時間以内に死に至る可能性があります。寒さには十分注意し、寒さにさらされた場合は医師の診察を受け、徐々に深部体温を温めてください。運転席に座っていないとき、坂道に駐車しているとき、または危険物の近くに駐車しているときは、必ず車が緊急停止して駐車していることを確認してください。走行中の乗り物の上にマットレスを乗せてはなりません。物理学によれば、マットレスと人は両方ともしっかりと車両に縛り付けて固定しない限り、しっかりと固定されずに動き続けることがわかります。車両の速度や方向が急激に変化した場合、物理法則に勝つことはできません。物理学によれば、運転中は常にシートベルトを着用する必要があります。そうしないと車内から投げ出される可能性があります。安全に座席に座っていても、ビニール袋の中に頭を入れないでください。ビニール袋をお子様の近くに置かないでください。中に頭を入れて窒息する可能性があります。ダーウィン賞は無謀な行動の危険性とあらゆる状況で注意を払うことの重要性を私たちに思い出させてくれます。人生において私たちは周りの天使たちをスピリチュアルに意識しながら生活すべきだと心から思います。私たちはみんな人生のどこかで死にそうになることがあります。私たちがより大きな無視の目的を生きるとき、私は心からそう感じます。より強力な力が最も困難な瞬間に私たちの安全を守ってくれます。私たちは最高の自分で人生を歩まなければなりません。これらのより高い力による保護に値する人になってください。虫であれ。また、賢くなりましょう。私たちは無敵ではありません。他の人の間違いから学びましょう。自分を大事にしてください。以下にコメントして、あなたのお気に入り、または最もクレイジーなものを教えてください。同意しますか？人生は一度きりなので、人生を最大限に生きますが、同時に周囲に注意してください。人生において、あなたをサポートしてくれる強力なソーシャルネットワークやコミュニティを持つことは重要だと思いますか？ご参加いただきありがとうございます。画像をクリックして購読し、さらに視聴してください。私は公式に1700以上のビデオを作成しましたが、YouTube の成長は遅いです。購読してサポートにご協力ください。私が成長すればするほど、YouTube からのサポートが増え、より高品質のコンテンツを作成することが容易になります。それでは皆さん、またお会いしましょう。レベルアップ。全力を尽くしてコメントに参加して、最高のパフォーマンスを目指す素晴らしいコミュニティとの素晴らしい交流を見つけてください。